はい。こんにちは。柴崎です。お元気でした？そう、よかったね。はい。今回のテーマはこちらです。さ、ね。見たことあるでしょう？桜マット水彩12色カラーセットです。ね小学校、中学校でこれで絵を描いた？ね。今はいい時代だね。こんなに素晴らしい画材あるなんて。柴崎の時はなかったんですよ。これね、アマゾンで買いました。1000円ぐらいだったかな。今日はね、柴崎もう一度、小学生、中学生になったつもりで、この画材で描いてみたいと思います。さあ、どんな絵を描くのかね。では、じっくり見てくださいね。また出来上がったらお会いしましょう。はい。ね。桜マット水彩ですね。綺麗ですね。裏は何もないね。さて、わあ、やっぱり綺麗だ。ね。では、ここに描きますよ。まずね、3つの色で描きますね。三原色でこの筆で描きます。赤、青、黄色ですね。まず赤と青を混ぜてやってみましょう。ほら、ね。こんな風にね、お顔の日陰の部分と背景をね、この色で同時に塗っていきます。ねえ。こうやって背景と一緒に描くってのは大事ですね。はい、そうするとこう絵がね、もう一枚の絵としてのこうイメージがはっきりできてきますよ。さあ、どんどんいってみましょう。ねえ、桜マット水彩、色きれいだね。いいですね、この絵の具。さあねえ、今度日向の方のこっちのちょっと暗いとことかね描いて、そうするとこう基本的な形がねはっきりしてきます。今度は黄色を混ぜましょう。やっぱりこうマット水彩だからね、こう色たくさん必要だね。ほら、黄色混ぜたらちょっとグリーンっぽくなって色の幅がね広がりましたね。よくね、ご質問でどんな色を揃えたらいいでしょうっていうねご質問があるんですけども、もちろん色がたくさんあった方がいいかもわかんないけども、絵の基本的なお勉強としてはまずこの三原色ですね、赤、青、黄色を揃えてやってみるといいと思います。このね3つの色しかないから、ご自分で何の色をどの程度の割合混ぜたってことがね自分でよく理解できるんですね。そういう意味でねとっても勉強になると思います。ほら、今度は黄色と赤混ぜただけでも雰囲気変わったでしょ。ではこれで日向の面を塗りますよ。ここでジョン・ブリアンとホワイトの登場です。どうしてかっていうとね、マット水彩は明るくするためにはねホワイトが必要なんですね。はい、さあ塗りますよ。ほら、こんな具合です。ね、はい。でも単なるそんな色ではないですね。今ちょっとグリーンのような色作って塗りましたよ。ね、今度は赤が多めの色にしました。どうだろう。さあこうやってね、今柴崎が描き込んでいるのは、もちろんいろいろな色を作って描いてるところですね。それはほとんど今日向の部分だけですね。ここがねまた大切なポイントになります。ねえ、書き込んでいくのはね日向の部分ですね。さあ、では日向の部分柴崎はどう描いていくかね、そこに注目してみてくださいね。はい、こうですよ。ねえ、随分色々作ってるでしょ。
少しずつ色を変化させて、でも基本的には日向の面は明るい暖色ですね。もう柴崎の頃はね、この桜マット水彩ね、こんな、素晴らしい画材実はなかったんですね。だから今日実は初めてね、この画材と対面して柴崎も使わせていただいてます。いいですね。さあ今度は黒ですよ。黒。ほら、これもよくご質問でね、黒を使っていいんでしょうかっていうご質問がありますけども、柴崎はいいと思うし、絶対に必要な色だと思ってます。ほら、その効果見てください。こう黒を塗るとぐっと画面が引き締まって形がふわっと強く出ますね。はい。さあまた大きな形が見えてきたので、また日向の方にじっくり時間を費やしましょう。こうですね。こう年配の今男性を描いてますからね、こう顔のシワとかなんかあるんですよ。だからこうやって次々と明るい色を重ねてそれを表現していってみようと思ってますよ。このマット水彩っていうのは塗った時はとっても色が強いんですね。だから明るい色を塗るとすごく明るく見えるんですけども、ちょっと時間が経過するとその色がずっと沈み込んで、ほらほら今沈み込んだでしょ。ずっと沈み込んでしまいます。だからそれを予測して実際よりも強くて明るい色を塗った方がいいと思いますね。はい。これは経験が必要ですね。やっぱりあなたもたくさん描いてその経験を積んでくださいね。ほら緑、目が緑ですよ。そして髪の毛ですね。今度はお耳の部分ですね。さあだんだんこう色が重なってきましたね。また背景です。背景見てください。単なるグレーでないでしょ。実はこのようにいろいろな色が入ってるんですね。はい。さあ今度は顔の細部の方ですよ。ひげのとこタッチを生かして描きます。スッスッスッとこんな具合です。どうでしょうか。こういう作業って楽しいね。そしてこう眉のあたりですね。はい、お目目を描いてます。またこうやって色を重ねて、今度は額のシワですね。こういうとこはじっくり表現したいところですね。どうでしょうか。日陰の方はちょっとですね。そしてこうですよ。ほらおひげになってきました。これは筆を割って描いていますね。細筆で一本一本描いてるわけではありません。今度は髪の毛です。髪の毛のタッチの方向を見てくださいね。ほら髪の毛が流れていく方向にタッチを向けてますね。こんな具合です。大きい筆使いで描きましょう。さあいきますよ。どんどん明るい色を重ねていきます。ほらよいしょとあ、もうだいぶできたようですね。ちょっと細部を調整してどうかな。はい、出来上がりです。
はい、柴崎です。出来上がりましたよ。ねえ、柴崎も髪の毛長くなっちゃいました。おひげもちょっと切ろうかな。と言っても本物はこちらです。ねえ、桜マット水彩。描いちゃいました。柴崎そっくりでしょ。面白かったねえ、桜マット水彩でどんなことできるかね。今日はちょっと気張って描きました。ね。さあ、楽しんで、また参考にしていただけたら、柴崎もとっても嬉しいです。どっちが柴崎かな？こっちですよ。はい。また次回ね、違うテーマであなたとお会いしたいと思います。今回もね、長い時間最後まで見てくれて本当にありがとう。お元気でね、またすぐにお会いしましょう。はい。それではまたね。